こんにちは、ミッキーです。今回は2025年秋最新レポート浅草蔵前カフェ6000です。古き良き街並みを残す浅草。クラフトや雑貨の街として進化を続ける蔵前。そんな温故知新がぴったりなエリアに2024年以降新しいカフェが続々と登場しています。白を基調とした空間に光が差し込むシンガポール発スペシャリティコーヒーの日本2号店。北欧のライフスタイルを思わせるような路地裏のカフェでは朝入りのコーヒーの澄んだ香りに包まれます。他には日本茶を焙煎度から選べるような体験型のティースタンドなど観光名所を巡る途中に立ち寄るにはおすすめなお店がたくさんあります。ぜひ参考にしていただいてご訪問ください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは浅草からヌック。最寄り駅は田原町になっています。素材を生かしたヘルシーな一皿と心安らぐ時間。浅草の路地に佇みますヌックは2025年5月にオープンしています。体に優しく丁寧に作られたメニューが魅力。名物のアサイーボールや鰹節丼をはじめトーストやドリンクに至るまで素材の自然な甘みを大切にしています。健康志向でありながら味わいの満足感も十分。バランスの取れたラインナップになっています。大きなガラス窓から差し込む自然光、木のぬくもりと調和するこの空間は思わず深呼吸をしたくなるような心地よさでもあります。シンプルなインテリアとナチュラルな家具に囲まれて落ち着いた雰囲気の中で食事やコーヒーを楽しめます。人気のメニューとしましてはアサイーボール、バナナやベリー、キウイに比べてカカオニブやグラノーラ、自家製アーモンドバターがたっぷり。濃厚なアサイーと新鮮なフルーツ、それらは朝食にもぴったりです。加えて鰹節丼定食は指宿産の本枯節を注文ごとに削りたてをたっぷり。そんな削り取る様子は外国人観光客の方にとってもとても珍しく注文する方も多かったです。そんな鰹節丼に添えられたバター醤油との相性も抜群。具沢山の豚汁と横浜の名物能登屋のさつま揚げもついた贅沢な定食になっています。今回はカフェタイムに訪れていますのでいただかなかったんですけれども、また別の機会にランチタイムで訪れたいと思っています。さてこちらはこの日に注文しましたアーモンドバナナトーストとアイス抹茶ラテ。アイス抹茶ラテはすっきり上品な味わい。抹茶のグリーンとミルクの白のコントラストも美しくて食後の余韻を穏やかに満たしてくれるような一杯でした。さてこちらはアーモンドバナナトースト。香ばしいパンに自然な甘さのバナナとアーモンドのコク。素朴ながらも満足感のあるオープントーストになっていまして見た目も美しい一皿でした。オープントーストとしましては他にもアボカドトーストがありましたので甘い系よりもしょっぱい系が欲しい方はそちらがおすすめ。加えてドライカレーの提供もありましてそちらも気になりました。ドライカレーに関しましてはスパイスの香りが豊かで野菜と肉の旨味が調和。マイルドな辛さで幅広い世代に好まれるような一皿とのことでした。続いてご紹介しますのはアルケミスト浅草。こちらは浅草駅から近くにあります。シンガポールで16店舗を展開しコーヒーラバーを虜にしてきたアルケミスト。その日本初上陸の1号店は青山に、そして2025年6月に2号店がこちら浅草にオープンしました。店名のアルケミストとは英語で錬金術師、漫画鋼の錬金術師でもアニメ化された際に原作に忠実な作品としてフルメタルアルケミストというタイトルで公開されたんですけども、そんな馴染みがあるような店名かもしれません。バリスタの日々の仕事と職人技に敬意を込めてこのアルケミストという名前が付けられたそうです。バリスタという職人が作る日常にちょっと特別な一杯、そんな思いを届けてくれる本格派コーヒーショップです。メニューはシンプルにコーヒー中心。豆の個性を最大限に引き出した味わいはコーヒーが苦手な人からも飲みやすいと評判です。
店内は和モダンをベースにシンプルな空間。余白を感じるような心地よさがありまして、観光客にも地元の人にも自然に馴染みます。さりげない和の要素が浅草の街並みに調和し、観光の合間に一息つくのにもぴったりです。雷門を中心とした浅草の中心部から少し外れていることもありまして、意外と穴場的に使うこともできるかもしれません。看板は季節ごとに豆を入れ替えますスペシャリティコーヒー。その時期に一番美味しい旬の豆を3から6ヶ月ごとに入れ替えているとのことです。バリスタさんが好みに合わせて豆を提案し、豆本来の甘みを引き出した特別な一杯を入れてくれます。そしてここにありますのは装飾的なドリンクだけではなくて、豆の個性を味わうためのラインナップ。その思いが一杯ごとに込められています。一部豆をご紹介しますと、定番のダークマター、プルーンやローストアーモンドを回せるような香りで、チョコレートのようにまろやかな口当たりが特徴的。力強さと濃厚さを感じるようなブレンドになっています。その他にも様々な豆が提供されていまして、バリスタさんに相談していただきますと、おすすめの一杯をご提案してくれるかと思いますし、気に入った場合にはこういった形で素敵なパッケージとともにお土産として持ち帰ることもできます。その他、世界各地のシングルオリジンを楽しめるようなフィルターコーヒーは抜群。また、フードメニューもご提供。ただ、あくまでコーヒーを引き立てる存在。クロワッサンやメロンパンなど、軽やかなラインナップが揃っています。そんなカフェというよりもコーヒーショップということが似合うような空間なので、ぜひとも足を運んでみてほしいです。さて、こちらはこの日いただきましたアイスドホワイトとメロンパン。アイスドホワイトはいわゆるカフェラテのアイスです。アイスドホワイトはまろやかなミルクとコーヒーの香ばしさが絶妙。ごくごくと飲める一方でしっかりと満足感があります。シンプルだからこそ豆の甘みとコクが際立っていました。そして一緒にいただきましたメロンパンは外はサクッと中はふんわり。甘さも控えめでコーヒーとの相性も抜群。今回はラテと一緒にいただいたんですけども、ブラックコーヒーと合わせても美味しくいただくことができそうでした。気取らない組み合わせだけども特別な気分にさせてくれる。それがこのお店の魅力だと感じました。続いても浅草からキエロコーヒー浅草。コーヒーイコール苦いというイメージを覆す浅入りスペシャリティコーヒーの専門店です。キエロとはフィンランド語でスズランのこと。花言葉は再び幸せが訪れるです。その名の通り、訪れるたびに小さな幸せを届けてくれるカフェ。浅入りコーヒーの魅力に出会いに、浅草散策の合間に立ち寄ってみてほしいようなお店です。実はこちら、過去に銀座編でご紹介しています X コーヒーさんの系列店。コーヒー好きにはたまらないようなそんな店になっています。フローラルやシトラス、ベリーやライチのような果実感まで、まるでジュースのようにフルーティーなコーヒーに出会えます。温度の変化で味わいがどんどん広がり、一杯で2度も3度も驚かせられるような体験型のカフェ。オープンも2025年8月と最近です。グレーの壁にシンプルなロゴ、ガラス扉の向こうから暖かな空気を感じるような外観です。中に入りますとご覧のような北欧のダイニングと日本の高級旅館を融合させたような落ち着いた空間が広がっています。過去にご紹介していますフーレンコーヒーさんと似たようなテイストでありながら、より敷居が低くカジュアルに楽しめるような空間だと感じました。障子の壁を背景に映りますバリスタさんの姿はまるで舞台を見ているかのよう。木目の大テーブルや北欧のインテリアに囲まれて浅草の喧騒を忘れるようなひとときを過ごすことができます。席数は全部で12席とこじんまり。一方で席の間隔が広いのでゆったりと楽しむことができます。提供されるコーヒーは常時9種類以上。エチオピア、コロンビア、パナマなど世界各国のシングルオリジンを自家焙煎で提供しています。ホットのハンドドリップを頼みますと、フラスコのような容器でいただくことができまして、自分でおかわりを注ぐことができますので、ちょっとお得に感じます。過去に神保町編や銀座編でご紹介しているようなグリッチコーヒーさんのようなスタイルだと感じました。ちなみにスペシャリティコーヒーは温度が下がるにつれて味わいが変化するもの。その楽しさを体験してもらうための工夫とのことでした。さて、こちらはこの日いただきましたカフェラテと自家製の抹茶チーズケーキ。カフェラテでもハンドドリップでもまずは豆を選ぶところからスタート。この日はスイカやマスクメロンを合わせるような果実感が特徴の豆、ピンカ、アナやウォーターメロンというものをいただいています。
豆に関しましてもお客さんの好みに合わせて選んでいただきますので、ぜひバリスタさんと相談していただいて、その豆の魅力を感じながら注文してみてほしいです。さてもう一杯、ラテとは別にハンドドリップでもこの豆の提供をしていただいています。先ほど申し上げました通り、スペシャルティーコーヒーという素材の味を生かしたようなそんな豆だからこそ、1杯目にいただいた香りと少し冷めた後にいただく香りはまた違ってきます。香りだけではなくてその味わいも変化していきますので、ぜひこのハンドドリップもいただいてみてほしいです。さてこちらは自家製の抹茶チーズケーキ。ほろ苦い味わいと濃厚なコク。そんな味わいがラテやコーヒーなどと抜群に合いましたので、ぜひともこちらの焼き菓子も試してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、マルゼンティーロースタリー浅草。こちらは2025年5月にグランドオープンした注目カフェです。静岡県で70年以上続く老舗製茶問屋マルゼン製茶が手掛けるプレミアム&ヘルスを掲げた日本茶専門店です。マルゼンと言いますと本屋さんのイメージをする方もいるかと思いますけれども、こちらは有名なお茶屋さんです。三大茶産地の抹茶、玉露をはじめ、煎茶、ほうじ茶、玄米茶など厳選茶葉が揃います。入り口は頭を下げてくぐるにじり口を設けまして、すべての人が平等であることを象徴する伝統的な仕掛けが施されています。看板には樹齢1000年以上の屋久杉の一枚板が使われ、日本茶の1000年以上の歴史と茶箱文化を重ねたようなデザインが印象的でした。店頭にはご覧のように石臼や茶釜、片腕で入れるドリッパーがずらり。抹茶を立てる所作や香りを視覚的にも楽しめるような設計です。和紙や木のぬくもりを感じるインテリアと柔らかな自然光が溢れる開放的な空間が訪れる人をそっと包み込んでくれます。そんなお茶にまつわる様々な器具だったりとか茶葉の販売もされていますので、気に入った場合にはご購入も検討いただきたいです。観光で訪れた方にとってはお土産としてもおすすめです。さてメニューに関しまして、メニューは三大産地の抹茶、玉露のほか煎茶、ほうじ茶、玄米茶など多彩な茶葉が揃い、焙煎温度帯やお湯の温度、お湯の量、そして抽出時間もそれぞれに最適化。入れ方にもこだわっている日本茶ドリンクから店内併設の工房で丁寧に作るジェラートが14種類もあります。ご覧のように抹茶を立てている様子も眺めることができますので、ぜひ写真や動画に収めてみてほしいです。さてこちらは14種類のジェラート、抹茶、玉露などの茶フレーバーは各温度帯に分けて選べるような革新的なスタイルが魅力的です。さてこの日はまずジェラートをいただきました。まず映していますのは煎茶の130度プラスほうじ茶の200度のメニュー。クリームに関しましては北海道産のクリームを 100% 使用していたりとか、他にはビーガンの方に対応した商品もご用意。ビーガンジェラートについては白砂糖の使用をしないことはもちろんのこと、素材を厳選し味にも妥協しない一品。また、いずれのジェラートに関しましても、世界のリーディングカンパニー、カルビジャーニ社より製造機械を輸入して自社工場で製造しているとのことです。また、今回はダブルでいただいているんですけども、夏季限定でトッピングいただきました北海道産ミルクジェラートのミニサイズもトッピングでいただいています。さて、先ほどご紹介した手前の煎茶130度プラスほうじ茶200度の他に奥に映っていますのは宇治抹茶プラス玄米茶です。そんな14種類のジェラートは自社工場で製造、どれもお茶の美味しさをしっかりと感じることができるような一品でした。さて、そんなジェラートを使いつつモンブラン形式でいただけるメニューも注目。今回いただきますモンブランに関しましても、お好みのジェラートを2つ選んでいただき、その上にモンブランを絞り取ります。目の前で絞っていただけるようなドラマティックな一皿であるこちらのモンブラン、見た目も味も贅沢な仕上がりになっています。今回いただいているサイズはダブルサイズなんですけれども、シングルサイズではこの3分の1のサイズでいただくこともできます。結構ボリュームは多いので、コスパを重視したい方はこのビッグサイズ、サクッといただきたい方はシングルサイズでいただくのがおすすめです。もちろん2人以上でいただく場合にはこのダブルサイズが個人的にはおすすめです。今回は抹茶のモンブランをいただいたんですけれども、秋を感じるような雪入りのモンブランも提供いただくことができます。ぜひそちらも注文してみてほしいです。ドリンク自体もそうですけれども、こちらのモンブランだったりとか、先ほどご紹介したジェラートに関しましても、プレミアムにふさわしいような三大産地の抹茶を使用。
玉露をはじめとしたお茶のジェラートは茶葉も厳選していまして、また北海道産のクリームを 100% 使用して手作り。工程が多く大変手間がかかっているんですけれども、そんなこだわりの味わいだからこそ美味しくいただくことができます。続いてご紹介しますのはスナックミースタンド蔵前。サブスクから始まりました安心おやつが有名なお店です。おやつのサブスクリプションで知られていますスナックミーが蔵前に実店舗をオープンしました。実は2022年に清澄白河で誕生した1号店が話題となって、こちら2020年の3月に蔵前で出来たてにフォーカスしたスタンドとしてオープンしました。赤と白を基調とした外観にリスのロゴが入るようなお店。街歩きの途中でも思わず立ち寄りたくなるような雰囲気です。コンパクトな店内とテラス席ではパティシエさんによる出来たてのおやつをドリンクと一緒にいただくことができます。テイクアウトをして蔵前散策の共にするのもおすすめですし、もちろんお土産だったりとかちょっとしたギフトとして誰かに贈るのにもおすすめです。看板商品は立方体の形がユニークな進化系フィナンシェ。じっくりと火を通すことで外は香ばしく中はしっとり、保存料は使わずにビーガン、グルテンフリーで仕上げられ、素材本来の風味を大切にしています。そんな安心して口にできるようなスナックミーらしいこだわりです。フレーバーは定番のカスタードとチョコレート、チーズクリーム入りで上にパルメザンと胡椒を乗せた甘じょっぱいチーズペッパー、米粉のしっとり生地に甘酒と紅あずまを使ったさつまいも。どれも個性豊かで見逃せないようなラインナップになっています。さらに通販で人気のオリジナルおやつも実際に手に取って選ぶことができます。またドリンクも充実。コーヒーや紅茶はもちろんのこと、オリジナルや季節限定もあります。リスのラテアートが可愛いようなティーラテだったりとか、ダンデライオンのチョコレートを使ったフランボワーズショコラ、無農薬レモンを使ったパッションレモンソーダなど多彩なメニューが揃っています。安心素材のおやつということもありますので、まさにお仕事の途中にいただくにもおすすめのメニューばかり。実際に私もおやつ休憩でこちらいただいています。さて、こちらこの日に注文しましたクラフトアロマコーラとキャロットケーキ。キャロットケーキは有機人参をたっぷり。ビーガン仕様のフロスティングで仕上げられたような優しい味わいです。アップサイクルの人参に米粉と大豆粉を使ったしっとり生地、さらに人気のドライフルーツも加わり、食べ応え抜群でございました。そして最後にご紹介しますのは同じく蔵前から憩い。2024年2月、浅草橋のおかず横丁近くにオープンした憩い。小道具店とカフェが一つになったユニークな店舗です。ものづくりの街として知られています勝倉エリア。御徒町から蔵前エリアのことを指していまして、御徒町の勝、蔵前の蔵が合わさっています。そんな昔からの地場産業が盛んで職人が多く住んでいる地域だからこそ、こういった店舗も誕生するのかもしれません。築数十年の長屋をリノベーションした店内は、店主さんがセレクトした器や家具に囲まれまして、都会の喧騒を忘れさせてくれるような特別なひとときを演出してくれます。1階は小道具や作家さんの器、革製品を扱うスペース。靴を脱ぎまして階段を上がりますと、2階には畳敷きとアンティーク家具に彩られたカフェ空間が広がります。まるでおじいちゃんやおばあちゃんの家を訪れたような懐かしさ。自然と肩の力が抜けて時間の流れがゆったりと感じられます。注文を待つひとときさえ心地よく過ごせるような空間が作られています。ドリンクはハンドドリップコーヒーやカフェラテ、ハーブティーやオレンジジュースなど定番の他にユニークなメニューもございます。この日いただきましたレモンアイスコーヒーもとても気になる一杯でございました。加えてフードメニューはプリンや旬のフルーツを使った自家製スイーツが大人気。とろけるような口どけと果物の甘さが魅力のフォンテーヌブロー、ウーロン茶クリームと黒糖を組み合わせたようなシフォンケーキ、さらに野菜の旨味を凝縮したベジタブルスパイスカレーやアボカドトーストなどの軽食も充実していました。店内の商品を眺めながらゆっくりと時間を過ごすのにもおすすめな空間ですし、先ほどの2階の空間でお一人様の時間を過ごすのにもおすすめな空間でございました。
浅草エリアから少し足を運んで過ごすことができますので、もう少し気温が下がって秋になって過ごしやすい時間になってきたら、こちらのお店ぜひとも訪れてみてほしいです。さて、こちらは先ほどちょっと触れましたレモンアイスコーヒーとお食事でいただきました全粒粉ロングパン、加えて桃とアールグレイ紅茶のケーキです。まずこちらの桃とアールグレイ紅茶のケーキ、ふんわり軽い生地にアールグレイの香りが広がり、ジューシーな桃との相性も抜群でした。手前に映していますのは香ばしいパンにジューシーなソーセージを挟んだホットドッグ。シンプルながら満足感たっぷりでした。そしてもう一つはレモンアイスコーヒー。自家製のレモンの蜂蜜漬けとマイルドに入れたアイスコーヒーの相性が抜群。夏にぴったりな一杯をいただくことができました。パンのサイズが小さい小ぶりなサイズのホットドッグをいただくこともできますので、おやつとしていただきたい方はそちらを注文するのもいいかもしれません。小道具に囲まれ懐かしく暖かな空間で日常を少しスローダウンさせてくれるような場所になっていますので、ぜひお一人様時間やお友達とのひとときにお活用ください。さて、今回の特集はここまで。今回のお店でご紹介した通り、和な空間から洋な空間まで様々な空間があるエリアでしたので、アフタートークとしましては、どちらの空間が好きかというところと、私の見解も述べていければと思います。さて、その前にラップアップ。冒頭でもご紹介した通り、今回登場したお店は全てが2024年以降に誕生したお店ばかり。そのうち4店舗は今年登場したばかりなので、知らなかった店舗も多いかもしれません。そんな街の変化を楽しみつつ、今後もたくさんご紹介できればと思っています。特にいずれもおしゃれな空間になっていまして、お土産用に購入されるのもおすすめな店舗ばかりですので、日常使いはもちろんのこと、観光で訪れた際にも足を運んでみてほしいです。さて、ここからはアフタートーク。和風カフェと洋風カフェ、どちらが好きというテーマです。昔ながらの喫茶店は結構あるんですけども、昔ながらの喫茶店だからこそ結構日本らしさというよりかはレトロな洋風の趣を取り入れている空間が喫茶店には多いです。一方で最近登場しているからこそ古民家をリノベーションして和風の趣を取り入れつつ、その魅力を伝えているようなお店もたくさんあります。そんな古民家風がある和風の空間もおすすめですし、あとは洋風に振り切ったような朝入りコーヒーを主流としたお店もたくさんあります。個人的には両方好きですし、また違った良さがあるかなと思っています。ただ和風カフェはどちらかというと一人で落ち着いてあまり喋らずに過ごすような空間。洋風カフェは姿勢も崩しながらゆったりと過ごせるような空間なのかなと思っています。私の中ではそんなイメージがあるんですけども、皆さんそれぞれでもまた違ったイメージがあるかと思いますので、洋風カフェ、和風カフェ、どんなイメージをお持ちかというところとか、あとはどちらの空間が好きかということもコメント欄に残していただけるとありがたいです。またそういった観点でザ和風カフェ、ザ洋風カフェをご存知でしたらそちらも教えてほしいです。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。